こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は5月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと5月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ドラゴンボールゼノバース2、5月7日からゲームパスに対応します。もともとは2016年に海外のみで発売。昨年には今世代機向けのアップグレードが行われ、日本国内でも発売されたアクションゲームです。本作ではドラゴンボールの原作の物語が何者かによって歴史改変されてしまい、その歴史を正すためにタイムパトローラーとして様々な原作の名シーンや名バトルを追体験していき、歴史を守るという物語が展開されていきます。また、オンライン協力プレイに対応していて、最大6人のプレイヤーと共闘し、強大なレイドボスを討伐するイベントが行われているのも今作の魅力です。発売後には今なお非常に長くアップデートが行われ続けていて、原作映画最新作であるスーパーヒーローからガンマ1号2号やセルマックスなどのキャラクターたちも登場します。ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・ミュータント・アンリーシュド、5月8日からゲームパスに対応します。昨年10月にリリースされた 3D アクションゲームです。本作は2023年に公開された映画ミュータント・タートルズ・ミュータント・パニックの数ヶ月後の物語が描かれていて、ニューヨークの下水道や街などのおなじみの世界を舞台に、それぞれプレイスタイルの異なる4人のキャラクターを操作して敵を倒し進めていくことができます。また、ローカル2人協力プレイに対応していて、家族や友人と一緒に楽しむこともできますが、オンラインでのプレイには非対応となっています。リベンジ・オブ・ザ・サページ・プラネット、5月9日発売日初日からゲームパスに対応します。2020年に発売されたジャーニー・トゥ・ザ・サページ・プラネットの続編ですね。本作は装備を何も持たないまま宇宙の果てに追放されてしまったプレイヤーとして未知の惑星を探索して資源を収集しながら地球への帰還を目指すといった内容となっています。探索できる惑星は4つ存在。生き物を捕獲したり植物のスキャンをしてクラフトやアップグレードを行いながら惑星の秘密を解き明かしていくことになります。また、他機種とのクロスプレイに対応し、オンライン2人協力プレイで遊ぶことも可能です。なお前作、ジャーニー・トゥ・ザ・サベージ・プラネットも現在ゲームパスに対応しています。ワン版の方は日本語未対応ですが、後にリリースされたシリーズ XS 向けの完全版の方は日本語に対応しています。比較的コンパクトで遊びやすい名作なので、まだ未プレイの方はぜひ。ウォーハンマー・バーミンタイド2、5月13日からゲームパスに対応します。2018年にリリースされた一人称視点のアクションゲームです。最大4人の協力プレイに対応していて、仲間と一緒にわらわらと押し寄せる大勢の敵たちを撃破していく爽快なバトルを楽しむことができます。なお、今作は日本では未発売、さらに日本語には未対応となっています。ドゥーム・ザ・ダーク・エイジス、5月15日発売日初日からゲームパスに対応します。2016年に発売されたリブート版、ドゥームの前日譚となる一人用の FPS です。最新作の特徴として、スーパーショットガンをはじめとする圧倒的な威力を誇るおなじみの武器はもちろん、近接武器や近接スキルが新たに追加。降りかかる炎を防いだり、遠距離から敵の首を跳ねたりできるシールドソーや、巨大なスパイク付きのフレイルなどといった新しい近接武器が登場します。ドゥームエターナルが戦闘機のような感覚だったとすると、ドゥーム・ザ・ダーク・エイジスでは立って戦うことができるような印象だと語られていて、縦横無尽に飛び回りながら戦う前作と比べると、また違った感覚のゲームプレイを楽しめそうですね。また、過去2作に収録されていたオンライン対戦モードは、今作には搭載されず、オフライン専用のゲームとなっています。なお、今作は、日本ではセロのレーティングが D となることが決定しています。過去の Doom シリーズは Z 指定だったので、年齢区分は引き下げられた形とはなるものの、海外版との差異はなく、激しいゴア表現を楽しめると明かされています。私、Doom 大好きなので、今作もめちゃくちゃ楽しみにしています。ひたすらに走り続け、動き続け、敵を倒し続けるのが本当に爽快で最高に気持ちがいいんですよね。
プレブラ&ザ・ソウル・オブ・リンボー5月16日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。リンボと呼ばれる同じ日を繰り返す場所を舞台にした 3D アドベンチャーゲームです。住民と話して手がかりを集めたり、アイテムを見つけたりして進めていくような作品となっています。なお、今作は日本語には未対応となっています。ファイアファイティングシミュレーターザ・スクワット5月20日からゲームパスに対応します。昨年12月にリリースされた消防士シミュレーションゲームです。本作ではアメリカの大都市を舞台に消防隊員として街で発生した火災を消火し人命救助を行っていくことになります。また水や煙、熱に各種火災や爆発などを物理エンジンを用いてリアルにシミュレートしていて、ゲームでありながらも恐ろしい火災を表現しているのが特徴となっています。なお、一人プレイはもちろん最大4人のオンライン協力プレイに対応していて、フレンドと一緒に楽しむことも可能となっていますよ。ポリスシミュレーターパトロールオフィサーズ5月20日からゲームパスに対応します。2022年11月に発売された警察官シミュレーションゲーム。本作ではアメリカの都市の警察署に所属し、パトロールや取り締まりなどリアルな警察官の職務体験を行うことができます。仕事内容としては軽犯罪や軽微な交通違反の取り締まりから始まり、職務をこなすにつれて新しい地区が開放され、大きな犯罪に立ち向かっていくといった内容になっています。なお、最大2人のオンライン協力プレイにも対応していますよ。ここからは5月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。プラネット・オブ・ラナ、追加から2年で終了となります。幼い少女が相棒の猫と共に幻想的な世界を冒険していく横スクロール型のアクションゲームです。スタジオジブリ作品から影響を受けているとのことで、美しい世界観が特徴にもなっていますね。音楽の方には人食いの大足トリコの古川武史さんが携わっています。基本的にはパズルの要素がメインの敵たちに見つからないように行動していくタイプのゲームとなっていて、リンボやインサイトに近いゲーム性に人間と動物の絆を描くストーリーを組み合わせている作品です。雰囲気がいい感じなので未プレイの方は触ってみてはいかがでしょうか。私のプレイでクリアまで4時間でした。リトルキティビッグシティ追加から1年で終了となります。マンションの高層階で暮らしていた子猫が寝ぼけてしまい、うっかり地上へと落下。そんな迷子になってしまった子猫として、家に帰る方法を探して街を探索することになるアドベンチャーゲームです。約2時間もかからない非常にコンパクトなボリュームでありながら、猫として自由に気ままにすごくまったりと探索を楽しむことができるので、何か気楽にゲーム遊びたいなという時に遊ぶのにぴったりな作品です。コンビニやゲームセンターなど日本っぽい街並みが舞台なのもいいですよね。ブラザーズ・ア・テイル・オブ・トゥ・サンズ同じく追加から1年で終了です。2013年に360でリリースされたアクションアドベンチャーゲームの Xbox One 版ですね。本作では1つのコントローラーで2人の兄弟を操作するという独自のシステムを取り入れていて、左右のスティックで兄弟を操作しプレイしていく作りになっています。うまく連携させてパズルを解いたり、世界を探索したり、ボスと戦ったりなどの冒険を楽しむことができますよ。オンティ、こちらも追加から1年で終了ですね。宇宙の外側に存在する死後の世界を舞台に、生物や環境に憑依することができる幽霊となって探索をしていくアドベンチャーゲームです。本作ではこの世界に存在するどんなものにでも憑依することが可能となっていて、塔に憑依して動かしたり崩したり、時にはキノコに憑依すれば爆発させたりするといったことができるようになっています。また2つのスティックを操作するシューティングの要素も含まれていて、襲いかかってくるクリーチャーたちを倒すといったアクションも用意されてますよ。ジュラシック・ワールド・エボリューション2追加から3年で終了となります。映画ジュラシック・ワールドの世界観を舞台にした経営シミュレーションゲームです。本作では75種以上の古生物種が登場し、訪問客と恐竜の両方のニーズを満たす自分だけのパークを作り上げていくことができます。デューン・スパイス・ウォーズ追加から1年半で終了です。
SF 小説デューンを題材にしたリアルタイムストラテジーゲームです。今作では物語を象徴するキャラクターたちが登場し、砂漠の惑星にしか存在しない香辛料をめぐって覇権を争う戦いが描かれます。なお、日本語には未対応となっています。ザ・ビッグコン、追加から1年11ヶ月で終了です。1990年代のアメリカを舞台に好奇心旺盛な高校生アリとして冒険をするアドベンチャーゲームです。こちらも日本語には未対応となっています。ランツ・オブ・セナール、こちらも追加から1年で終了となりますね。バベルの塔を下敷きにしたストーリーを体験することができる謎解きパズルアドベンチャーゲームです。本作では出会う人々や看板などが全て記号のような文字となっていて、一見読むことができません。しかし、わからないなりに会話を続けてみたり、交流を重ねることによって、文面や仕草から、もしかしてこの人はこう言っているんじゃないかと推察して解読をしていき、ゆくゆくは人々とのつながりを取り戻していくといったゲームとなっています。ステルス要素など一部のゲームプレイにおいて不満はありますが、スマホやネットを利用して簡単に翻訳ができ、様々な国の方と話せるようになった現代において、少しずつ言語を理解していくというゲームシステムはとても楽しく、素晴らしい体験を得られる作品でしたので、謎解きが好きな方にはぜひ触ってみてほしいです。私のプレイでクリアまで14時間でした。ということで今回は5月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと5月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。